おはようございます。寝起きな漁師浜湯です。今回はですね、前回に引き続いて取れたね、こんなでっかいコショウダイ、こちらをなんかしたいと思います。じゃあまず海の方に取りに行きましょう。レッツゴー。はい、じゃあ船に来ましたんで閉めていきましょう。はい、じゃあコショウダイ揚げてきました。こちら昨日取れたやつの2番目に大きいやつをね揚げてきました。でこれね、ここから出して締めると大変なんで、このね網のままだいたいね、ここの線とここの線交わるとここらに脳天があるので、ここ刺してクリクリってぐるぐるって周り脳を破壊します。これで OK。 では次このエラのとこ、ここを切ります。ここに背骨と血管が通ってるんで血管のとこ切って、次尻尾のとこ、うわ鱗硬っ。包丁入れて、でかかとで OK。 ほんで水で流して、血を抜いていきます。口なんか突っ込んどってもいいね。これちょっとしばらく置いておきます。はい、じゃあ、しっかりと血抜きができました。思ったよりね若干痩せてますけど、ただ大きさはすごいね、3キロぐらい。よーし、課題マンゴリラクダ。よし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 。はい、というわけでこちらじゃん、昨日取れたコショウダイです。まな板が60センチぐらいなんで、だいたい70センチぐらいあるんじゃないでしょうか。こう見てもかなり巨大なのが分かります。で今日はこちらの巨大なコショウダイを使ってコショウダイ定食甘酢タルタルやっていきたいと思います。それじゃあやっていきましょう。レッツゴー。はい、じゃあさばく前にちょっと見ていきましょう。お顔はこんな感じですね。で口元、そんなね牙という牙はありません。触ってもねちょっとザラッとしてるぐらいで、ここになんか2つもねでっかい穴が開いてます。タイとかも開いてるんだけど1つなんですけど、この子2つもありますね。で鱗はもうほんと剥げない、なんかもう鋼鉄の鎧のよう剥げた。で大きさこれぐらいで、僕の人差し指の半分ぐらい、だいたい僕の親指の爪ぴったりぐらいあります。でコショウダイってね、コショウを散りばめたような斑点があるんですけど、この個体はなんか少なくて尻尾の方にちょっとありますね。ちょっとだけ、こんだけです。で網から上がってきた時はお腹パンパンだったんですけど、まあ今ちょっとね結局あれ空気圧だったみたいであんまりですね。はい、それじゃあ早速ね鱗を落としていきたいと思います。硬いからね、これで降りるかどうか。うわー、やっぱ硬い。もう進もうにもこうやってね一生懸命して進むぐらい、ほんまにめっちゃ硬い。ちょっと鱗があんまり硬いんで、ちょっとすき引きやってみます。じゃあちょっとすき引きをこう好きと進まんないけど、あれ切れていかん。包丁の切れ味はね確かに良くないんですけど、それでもね一向に切れていかないんですよ。これほんまに全然切れん。1ミリも進まん。めっちゃ力入れてるんですよ。全然進まん。微妙に進んでる。できた。頑張って落とします。もうちょっとねワン箇所入れば、結構いけますね。ワン箇所入れば、あとはもうパワーで。はい、じゃあようやくね鱗が落ちました。10分ぐらいはかかったね、リアルに。はい、じゃあね頭落としていきたいんですけど、これ多分落ちないですよ。頑張ってねやっていきます。はい、じゃあ入れていきます。硬っ。こうやって入れて鎌の方、よし。うわ分厚いな。でも身は赤いな。でここちょっと切ってで返します。磯臭い。反対も、同じように包丁入れて、ほんで絶対切れないんで、割ります。無理。はい、でもめちゃくちゃ硬いんで、ここのね軟骨、ここの軟骨を攻めます。ここを叩いて落とす。よいしょ。ほら、こうやっと簡単に落ちます。あとは切るだけですね。はい、じゃあ見事頭が落ちました。 OK でお腹を今日ピューッと裂いて、でこうやって内臓を取ります。よいしょ。 OK でちょっとね取っていきます。はい、それじゃあこちらを洗えたらまな板へ戻して三枚おろしをやっていきます。でもちょっと身見たら分かるようにね、油は全然乗ってないですね。時期もよるけど多分個体差がねちょっと悪かった。じゃあ今回こっちからおろしていきましょう。じゃあまず逆さ包丁入れて、よいしょ。
で、中まで入れていきます。骨が硬いからね、少々のことではミスることはございません。多分ですよ。で、中まで到達です。うわ、ごっつげな骨ですね。で、しっかり、ここ中まで身が通ったら、身じゃない、包丁か、返して、でこっちも中まで、包丁をねしっかりと入れていって、でこんな感じで中までいったら通して、で絶対ガッていけないと思う、多分硬いから。ほらいった。危な、すっごい危なかった。で反対やって落とす。はい、こんな感じ。わあ、身はやっぱ赤いですね。さばいた方はうまくいけた。リカバリーもなし。 OK。はい、じゃあ返して反対やっていきます。包丁、逆さ包丁を入れて、で同じように、あれこっちからじゃなかったな、まあええか。で同じように包丁を返して、次ここから包丁入れていきます。じゃあ包丁入れて、本当はこっちからだったんだけど、よいしょ。じゃあ次ここから叩いて、骨を立っていきます。骨切ったらこう、よいしょっと、よいしょ。 OK、 こんな感じ。はい、じゃあ次、なんだっけ、こちらのあばら骨を取っていきます。これが絶対硬いから逆さ包丁をまず強めに、はいだ、よいしょ。で包丁を入れていきます。うわ、身が先締めたてやからブリンブリンで生きておる。あ、下までいった。もうね、痩せてるとね下まで行くんですよ。というわけでここカットします俺が下手くそなだけでした。こんな感じ。まあこれはこれでね炊いたりして使えます。でもう一個もどうせ、挑戦しても無駄なんで、もうここらでねガッと落とします。よいしょ。 OK。 いや、何年してもうまくなりませんはい、じゃあ次こちらのね中骨を取っていきます。じゃあ上も取っていきます。胡椒大ってさ、胡椒うーなおーな。いや、なんかそれは諸説あるら、あ、地域によりけりらしいえ、適当や。いやいやはい、 OK。 ほんでもう一個も取って、はい、というわけで身が4柵できました。こう見てもねちょっと赤いな、やっぱり。エラちょっとねいつも取らないんですけど、あんまり大きいから取っちゃう。よし、これで簡単に取れます。はい、でまだ兜にはたくさん鱗がついてるので、一旦お湯の中に入れます。お湯の中に入れて鱗を浮かす。で落ちるけど、まあでも落ちますね。落ちるけど硬いって言おうとしたらやっぱ結構落ちる。さすがお湯。じゃあ、これ洗って鱗をきれいに取って、で包丁とかで鱗をきれいに、取っていきます。もう鱗っていうか皮が剥がれるんですけど、はい、こんな感じできれいに鱗が取れました。でついでにこのカマももう外しちゃおう。よし、でもう割っておきます。 OK。 はい、ほんで取れたやつを、入れておきます。よし、 OK。 どうしたん？いや次バットなんやけど、一応子供たちも見てるから、いいバットを取りたいなと思って、どういうバットにしようかなみたいな。本日のバットは、本日のバットはバット、はい、頑張ってバットをしたんですけれども、刺身でちょっと食べてみてやっぱ刺身は美味しくなかったのでバットは使えません。というわけで甘酢あんかけ用にブロックに切っていきます。はい、じゃあこういう身をですね一口サイズに切っていく。もう大きめにね5カット、大きな唐揚げみたいなぐらいで切っていく。よいしょよいしょよいしょと。はい、で最後の1個を切って、全部この中にドカンと入れていって、これ切り身は完成ですね。はい、これじゃあ切り身。はい、じゃあ次甘酢を作っていきます。じゃあまず鍋に醤油適量5いきます。5で次酢ですね、5いきます。4でいいか。で砂糖はちょっと味見しながらいきます。ちょっと見てないから、たくさん入れとけば問題ないです。これでちょっとね煮立たせます。うわー、すっごい酢の匂い。だいぶ煮立ってきました。すげえ。ちょっと一口いただきやすあれレシピやってないんかな。ちょっとググります。はい、じゃあちょっとみりんを足して
忘れとったけど数系なんかねもう砂糖山盛り入れた方がちょうどいいっていうねおばあちゃんが言ってた。これぐらい入れたらいいやろう。でまあみりんやなんやかんや足して、タレ完成。はいでレモンに移してこれで放っておきます。でいよいよ揚げていくんですが、ちょっとね下味に塩コショウをつけましょう。で混ぜます。まぶっときます。 OK。 はいじゃあ準備ができたので、こちらの身を片栗粉につけてもう適当にこうやって入れていきます。シュワーとおいしい。いやめちゃくちゃいい感じに揚がっております。でいい感じに揚がりました。じゃあこれをここに並べてで揚がったやつをすぐ甘酢につけていきます。この油ついた状態っていうのがねまた美味しいんですよ多分。でさっと揚げます。でまあ汁とかもさっき適当に味付けしたんで盛り付けて、でこれ三つ葉で三つ葉も適当に OK で次これ、ハラボとかを煮付けにしておりました。よしで煮付けも完成。はいで最後に甘酢タルタルです。まず市販の千切りキャベツこれをのせて、でさっきの甘酢の唐揚げ胡椒大の唐揚げをのせていきます。うまそう。で次は市販の唐揚げです。唐揚げじゃないタルタルです。もうねタルタルは市販で買った方が美味しいと私はこの間作って思った。これをもういっぱいかけます。でレモンがなかったんですだちをここに飾って、で最近ようやくちょっとは食べれるようになったミニトマトを飾れば、はいこちら、胡椒大のタルタル甘酢完成。はいそれじゃ小鳥でその他とこちらちりめん山椒。はいそれでは浜湯特製胡椒大の昼定食、タルタル甘酢にこちらお汁ですね胡椒大汁、それから、煮付けハラボとか。それじゃあ歌げよう始めようか。小豆島の漁師 YouTuber 浜湯のサワラが大好評発売中。厳選されたサワラのみを使用し衛生管理抜群の加工場で丁寧に焼き上げしっかりと梱包。さっと切り分け器に盛ったらやードーン。大量の薬味をのせ盛りにしてポン酢をぶっかけたらサワラの森の完成。一口食べれば思わず焦点。ギフトにもいかがでしょうか。はいそれじゃあ皆さん大好きゴールデンタイム朝日バージョンなんか見つけた国産ゴールデン麦芽仕様朝日ザゴールドちょっと飲んでみます。やっぱたまには違うもの飲んどかんとねみんないろんな味知りたいやろし。グレートティーチャー鬼塚。はいそれではいただきますというわけで皆さん乾杯。うまい。じゃあまずはこちらのスープから。おお骨から粗い男汁みたいな男汁はおかしいけど男が好きなねガツンとしたうまみでこの身をっつってねうわ身もうまい。でこの美味しそうな目ん玉うわうまそう。この目ん玉の中のゼラチンとか周りの肉プルプルコラーゲンこれめっちゃ美味しいから。ほら口なんかいっぱいいつも食べるよりでかいからゼラチン多すぎてちょっと気持ち悪いけど美味しいです。でこちらの炊いたやつですねいただきます。身だいぶねあっさりとはしとるんですけど非常に噛み応えもあって美味しいです。いや身の赤身見た時どうなるかと思ったんですけど刺身じゃなくてね火を通せばねしっかり美味しい。この子も旬の時はもう身にサシが入って脂すごいんでしょうね。で最後にメインこの甘酢あんかけ、美味しそうだなこれ。いただきます。じゃあこれですよ。ご飯にのせて経由して普通にいただきます。このしっかりとした身それからこの甘酢と市販のタルタルがめちゃくちゃマッチして最初酸っぱいかなと思ったけど全然そんなことなくて皮までめっちゃ美味しい。ほんとねご飯とめっちゃ合う。
うまい。いやまたね、このタルタルがビールに合うタルタルじゃない、甘酢タルタル胡椒だいか。ほんまに最高。汁もめっちゃうまい。あっさりしてね、このむつごさをこっちがね全部緩和してくれる。はい、それではあとはゆるりと。ごちそうさまでした。はい、というわけで皆様本日もご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。昨日たまたま取れた巨大な胡椒鯛、残念ながら油の乗りは少なかったんですけど、それでも魚自体の旨味、骨から出る旨味、これがね最高に良くて、私テンション上がってなんか今日は饒舌でございます。というわけで、皆さんぜひ胡椒鯛もお試しください。いかがでしょうか。何人いてる？ See you next time. Bye!